皆様こんにちは、セリナです。今回は2月27日全国発売、一部先行発売中のディオールフォーエバーフルイドスキングロー、ディオールフォーエバーフルイドスキンウェアをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。ディオールのアイテムの中でも特に人気のリキッドファンデーション2種類がリニューアルということで、今回の動画ではグロータイプ、マットタイプそれぞれのリニューアル前後での塗り心地や仕上がり、質感、4時間後のマスク崩れについて徹底比較をした後にグローとマットタイプの違いについてもご紹介していきます。少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。他にも人気アイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを交えた全色レビューなども行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ディオールフォーエバーフルイドスキングローSPF50 PA3+三大美容成分ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、ペプチドによる潤いと光を操る厳選されたオイルを融合。肌にツヤが巡り、カバー力が高まるスキンケアカバーという未体験の美しさを叶えます。肌に溶け込むようなクリーミーなフォーミュラがツヤを引き出し、まるでフラッシュを焚いているかのように気になる部分を瞬時に補正。重ね塗りしても重くならないテクスチャーはナチュラルからハイカバーまでも幅広く対応します。ディオールフォーエバーフルイドスキンウェア SPF25 PA3+三大美容成分ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、ペプチドによる保湿効果と2種類のパウダーによるソフトフォーカス効果で粉っぽさのないシームレスな仕上がりを実現。滑らかで通気性に優れたテクスチャーは重ね塗りしても重くなりにくく、ナチュラルからハイカバーまで様々な肌タイプに対応。また、24時間崩れにくいロングラスティング効果で、暑さ、湿気にも影響されにくく、一日中潤いを感じるナチュラルマット肌を叶えます。まずは人気のグロータイプのリニューアル後とリニューアル前をそれぞれ半眼ずつに塗って、塗り心地や仕上がり、崩れ方の違いを見ていきます。今回下地はこちら。自然なツヤ肌に仕上がるディオールのディオールスキンフォーエバーグローベールを使用しています。それではまずはこちら側半分にリニューアル前のグロータイプを塗ってみたいと思います。リニューアル前は程よい重さのあるクリーミーなテクスチャーで肌にピタッと密着しながら枠で覆うようなつるんとしたツヤ感が特徴的でした。適度な油分を感じるので乾燥が気になる時にも使えますが、表面にベタつきが残らないところも肌タイプ問わず使いやすいポイントだったなと思います。はい、まずはこちら側半分にリニューアル前のグロータイプを塗ってみました。ギラギラツヤツヤする強すぎるツヤ感ではなく、肌を膜で覆ったような面で光る自然なツヤ感と立体感が特徴的なファンデーションです。近くで見るとこんな感じで、コンシーラーなしでも気になる赤みや色ムラ、そして毛穴や凹凸もカバーしてくれて、ファンデーションに欲しい機能を詰め込んだようなオーソドックスでとても使いやすいアイテムでした。では反対側にリニューアル後のグロータイプを塗っていきます。リニューアル前と同様、程よい重さのあるクリーミーなテクスチャーですが、さらにオイル感が増して伸びが良くなったように感じます。よりムラなく均一に塗ることができます。はい、こちら側にリニューアル後のグロータイプを塗ってみました。リニューアル後も程よい重さのあるクリーミーなテクスチャーで肌を膜で覆うような感じで、ギラギラツヤツヤすぎない面で光るような滑らかなツヤ感や、近くで見てもこんな感じのコンシーラーなしでも気になる赤みや色ムラをしっかりカバーしてくれるカバー力の高さなど、リニューアル前からのいいところはそのままに、よりオイルっぽさのある滑らかなテクスチャーになって肌に均一にのせやすくなったのと、カバー力はありますが、
重ねていってもファンデーションの粉体を感じさせないような厚塗り感がない仕上がりに変化したなと思いました。リニューアル前もとても綺麗でしたが、重ねていくとこの毛穴のあたりなどに少しファンデーションのパサつきを感じていたのが、リニューアル後は同じくらい重ねてもこんな感じで、カバーしつつパサつきや重さを感じさせないような滑らかな仕上がりに進化しています。アップで比較するとこんな感じです。カバー力やツヤの感じなど、仕上がりの面では大きな違いは感じられなかったので、リニューアル前の仕上がりがお好みの方も安心して移行しやすいですが、テクスチャーの面でさらに使いやすくなったように感じます。さらに塗りやすいテクスチャーに進化したのに、紫外線カット効果は SPF20PA3+ から SPF50PA3+ に上がっているところもすごいなと思います。香りについてはリニューアル前後で香りの種類、強さともに特に違いは感じなかったです。両方ともフローラル系のフレグランスのような香りが結構強めに感じられます。カラーについてはリニューアル前は 2N、リニューアル後は 1.5N を使用していますが、店頭で色味を確認したところ、今回のリニューアルで色味が変わった感じはしませんでした。ではこの上にディオールのヌードラディアントフィルターをブラシで軽くのせて、マスクをして4時間ほど過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも塗りたての状態と比較をすると若干テカリが出てきている感じはしますが、ドロドロに崩れたりカバー力が薄まったりすることもなく、比較的崩れに強いタイプのツヤファンデーションかなと思います。近くで見るとこんな感じです。マスクがよく当たる位置は少しだけ摩擦が気になりますが、それでも下から崩れてしまったり、ファンデーションのカバー力が薄まることもなく、綺麗に保っているなと思います。特にリニューアル後はオイル感が増して滑らかなテクスチャーに変化したのに、リニューアル前と崩れ方に大きな違いを感じないところがすごいなと思います。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面の触り心地については、リニューアル前は小鼻の横に若干皮脂っぽさを感じますが、リニューアル後は小鼻の横も頬の広い範囲も全くベタつきが出てきていないです。オイルっぽさが増した分、リニューアル後の方がより長時間つけていてもパサつきや乾燥感が気にならないのに、ベタつきにも強くなっていて、今回のリニューアルでより色々な肌タイプの方に使いやすくなったんじゃないかなと思います。グロータイプのリニューアル前後の違いをまとめると、カバー力やツヤ感などの仕上がりに大きな違いは感じませんが、リニューアル後の方がオイル感が増してより滑らかに肌に均一に伸ばしやすくなったのと、ファンデーションの粉体感が抑えられて粉っぽさやパサつきを感じさせない滑らかな仕上がりに進化していて、保湿感もアップしているけれど皮脂やベタつきにも強くなっていました。リニューアル前からのいいところはそのままに、さらに使いやすく進化したなと思います。続いては、マットタイプのリニューアル前後での違いを見ていきたいと思います。まずはこちら側にリニューアル前を塗っていきます。最初は軽くてみずみずしいテクスチャーですが、伸ばしていくとすぐに肌の上にピタッと密着してくれます。薄膜ですが赤みや色ムラ、毛穴や凹凸のカバー力がとても高いファンデーションです。はい、まずはこちら側半分にリニューアル前のマットタイプを塗ってみました。下地のみの方と比較をすると、こちらのファンデーションの薄膜なのに高いカバー力や毛穴や凹凸を感じさせない均一肌に仕上がる感じがわかりやすいと思います。重ねていっても厚みや重さは出ませんが、毛穴や凹凸が綺麗に埋まってフラットなマット肌に仕上げてくれました。では反対側にリニューアル後のマットタイプを塗っていきます。リニューアル後は肌に伸ばした直後はオイル感が増したように感じますが、伸ばしていくとリキッドからパウダーに変化するような感じで、フェイスパウダーなしでもベタつきを一切感じさせないようなサラサラ肌に仕上がってくれます。はい、反対側にはリニューアル後のマットタイプを塗ってみました。マットタイプはリニューアル前後で
仕上がり、質感ともに結構違いを感じていて、まず仕上がりについてはどちらもかなりハイカバーで、薄付きなのに毛穴や凹凸を感じさせないマット仕上がりという部分は共通していますが、リニューアル前はファンデーションで毛穴や凹凸を埋めて補正したような均一肌に仕上がるのに対して、リニューアル後はパウダーで肌を磨いて毛穴をぼかしたようなふんわりした柔らかい質感のマット肌に仕上がっています。近くで見るとより違いを感じて、リニューアル前はファンデーションが肌にピタッと密着しているので、厚みや重さを感じさせないまま均一に仕上がっているのに対して、リニューアル後はふんわりと肌をぼかしたような、フィルターをかけたような柔らかさを楽しめます。毛穴補正タイプの表面がふんわりサラサラに仕上がる下地のような仕上がりとテクスチャーをファンデーションで楽しめるので、毛穴を埋めて補正するよりも毛穴をぼかして補正したいという方にすごく使いやすいと思います。アップで比較するとこんな感じです。そしてこの仕上がりに伴って塗り心地も結構変化していて、リニューアル後は肌の上に乗せた瞬間は適度なオイルっぽさも感じるみずみずしく軽やかな質感なのに、伸ばしていくとすぐにパウダーのようなふんわりサラサラとしたテクスチャーに変化しました。ベースにオイルっぽさが増しているので、パサパサに乾燥する感じはしませんが、皮むけや粉吹きが気になる状態の乾燥肌の上だと少し塗りにくさを感じると思うので、そういった場合は適度なオイル感を含んだ下地と組み合わせると塗りやすく感じるんじゃないかなと思います。香りについてはリニューアル前後で香りの種類、強さともに変化は感じないです。では顔全体にブラシで軽くパウダーをのせて、これから約4時間ほどマスクで過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも塗りたての時の高いカバー力と毛穴補正力を保っているのはもちろん、光やよれも最小限でかなり皮脂や汗崩れに強いタイプだなと思います。近くで見るとこんな感じです。リニューアル前も十分テカリに強いなと思っていましたが、リニューアル後はさらにこんな感じで、塗りたてのイメージをそのまま保ってくれるようなふんわりした柔らかいセミマット肌をキープしてくれます。皮脂やテカリに強いのはもちろん、長時間つけていてもパサついてきたり、ひび割れする感じも気にならないので、乾燥肌の方にも使いやすいマットファンデーションだと思います。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、どちらも小鼻の横も頬の広い範囲も全く皮脂が出てきていないです。リニューアル前の崩れにくさをそのまま引き継いでくれています。マットタイプのリニューアル前後の違いをまとめると、高いカバー力や毛穴補正力、皮脂や汗崩れに対する強さはそのままに、リニューアル後はふんわり柔らかなパウダーで毛穴をぼかしたような、フィルターをかけたような柔らかいマット肌に仕上がります。毛穴を埋めるのではなく、ぼかすような補正効果なので、高いカバー力ながらもより今っぽいサーダ感のあるハイカバーマットファンデーションに進化したなと思います。最後にリニューアル後のグローとマットを半眼ずつに塗り比べるとこんな感じの違いです。グローはギラギラツヤツヤしすぎないナチュラルなツヤ感ですが、マットと比較をすると面で光るような滑らかな艶やかさがわかりやすいと思います。それぞれ近くで見るとこんな感じです。どちらもコンシーラーなしでもしっかりカバーしてくれるようなハイカバータイプですが、重さや厚塗り感はなく、今っぽいサーダ感も適度に残してくれています。滑らかでつるんとした立体ツヤ肌に仕上げたい方はグローがおすすめ。パウダーで毛穴をふんわりぼかしたような柔らかい毛穴レス肌に仕上げたい方はマットがよりおすすめです。アップで比較するとこんな感じです。テクスチャーについてはどちらもベタつかない程度の適度なオイル感がありますが、グロータイプの方がより肌タイプ問わずに使える印象。マットタイプは皮むきや粉吹きなど強い乾燥が気になるときは
下地でコントロールしながら使うのがおすすめかなと思います。香りについては香りの種類、強さともにどちらも同じです。そしてカラーについてはどちらも同じ 1.5N を使用していますが、比較をしてみると質感が違うからか、マットの方が少し黄身寄りで明るめ、グローの方がほんのりピンクニュアンスを感じてナチュラルな感じがしました。そこまで大きな差があるというほどではないですが、全く同じ色味には感じなかったです。4時間後のマスク崩れを比較するとこんな感じです。マットタイプの方がより皮脂やベタつきに強く、グロータイプの方がより乾燥に強いイメージです。はい、ではこんな感じで2月27日全国発売、一部先行発売中のディオールのリニューアルをしたファンデーションをご紹介していきました。グローもマットもリニューアル前の良さはそのままに、さらに使いやすく進化しているのと、仕上がりにも今っぽさを感じられて、すごくいいリニューアルだったんじゃないかなと思います。とても優秀なので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。